初心者がわかる解説。台湾、アメリカ、カナダ、ロードバイク、安心島の装備のカタログ価格比較、最安調べ。内容です。1、目的。2、ロードバイクという自転車。3、ロードバイクの分類。4、コンポーネントについて。5、世界の主な自転車販売メーカー。6、メーカーのカタログ価格。7、結論です。2から5は初心者向けです。6、メーカーのカタログ価格を知りたい方は飛ばしてご覧ください。私、通勤坂と申します。12年間ロードバイクで坂道通勤をしておりました。自転車通勤やグッズ、部品、服装、小物などの動画を出しております。通勤坂の自転車歴も紹介しておきます。最初、近所の自転車店で台湾のジャイアント車10万円のアルミロードバイクを購入しました。次は通販でアルミ3万円のクロスバイク。次はバラカンで28万円のフルカーボンロードバイク。コンポはデュラエース。次もバラカンで5万円のフレームだけ乗せ替え、そして今に至っております。早速、目的。同僚から自分と子供用にスポーツ自転車が欲しいんだと。何買ったらいいかっていう相談を受けたんですね。私はお店に相談した方が確実ですよと言いました。でもですね、経験者の意見が聞きたいんだと言われるわけなんですね。じゃあ概要や値段を基礎から説明しますね。それを参考に買うのを決めてねと言ったんですね。待てよ。これ他の人にも共有したらどうかなということで今回の動画を作りました。初心者に分かってもらうことが目的です。今回は台湾、アメリカ、カナダのメーカー説明と価格紹介になります。台湾の場所は日本の南西左下ですね。近いです。そしてアメリカ、カナダは太平洋を挟んだ向こう側です。日本のメーカーについては前回動画で紹介しておりますので、興味があったらご覧ください。早速説明に入ります。街中でよく見る自転車について。シティバイク、ママチャリですね。街乗り、通勤、通学、特化型の自転車です。クロスバイクです。ハンドルが横棒の自転車。街乗りを軽く速く移動でき、遠出も可能です。ロードバイクです。速い、軽い、値段が高いの自転車です。街乗りはほどほど。レースや大会出場が可能で、車並みの速度が出せたり、ドライブができたりします。マウンテンバイクです。山道、荒れた道、未舗装路も走行が可能な自転車です。ジャンプも可能で、サスペンションがあるので着地も柔らか、安心です。日本では後ろ3つの自転車をバイクということがあります。昔でも学校で習ったバイシクルと言われている場面っていうのはあんまり見ません。次に自転車の車体を構成する材質についてです。フレーム素材。シティバイクは鉄系の金属で配天鋼とか黒森など使われております。クロスバイクはアルミニウムのものもあります。ロードバイクやマウンテンバイクは高価なものはカーボンが素材です。次に素材の価格について。ママチャリの黒森などは安くて重くて丈夫です。クロスバイクのアルミは軽くて錆びにくく少し高価です。ロードバイクやマウンテンバイクのカーボンはとても高価で軽くて硬くて錆びません。次にロードバイクを詳しく見ていきます。このようにね、グループ分けできます。一つ目、オールラウンド。基本的なタイプ。速く走ることが目的。軽量化、スピード重視。2つ目、エンデュランス、長距離用のタイプ、楽な姿勢で疲れない、衝撃吸収性が高い。3番、エアロ、空気抵抗を考えた設計、車体、車輪が平らな特徴、高速域でこの走りが安定。で、シクロクロス、グラベル、オフロード、荒れた道用、タイヤは太く、凹凸あり。ランドナー、旅用のバイク、重い荷物を乗せられる。頑丈で積載能力が高い。ピストバイクはブレーキなしで車輪直結駆動。TT バイクはタイムトライアルの略で競技用です。今回取り上げるのは3グループ、オールラウンド、エンデュランス、エアロです。さらにですね、ドロップハンドルタイプのものを紹介しております。3グループ紹介はしますが、初心者へのおすすめはオールラウンド、エンデュランスです。まずはですね、ロードバイクの魅力を十分に体験し、将来的にもっと速く走りたいという目標ができたときにエアロタイプを検討する方がいいと思います。
理由としては、エアロは大会、レースなどを目的とした競技の性質が高く、速さを追求するバイクですので、前傾姿勢などで体の負担を感じたり、空気抵抗となるケーブルはフレーム内部に収納される特殊なフレーム形状なので、メンテナンスや修理が複雑になりがち、知識と工具が必要。で、ショップに依頼する頻度とか費用がね、高くなって挫折とかすることが心配です。次、コンポですね。これも普通のバイク、ロードバイクなんですけれども、これで説明します。赤枠がコンポです。ハンドルのところですね、これデュアルコントロールレバーと言いますね。デュアル2つのとかね、ブレーキとね、ギアをね、ここでコントロールできるんですね。次、ブレーキですね。ブレーキ、ハンドルのところを引くとですね、ホイールのところをビュッとこう挟んでですね、タイヤを止めて、自転車止まります。次、チェーンリングとクランク。このギザギザしているやつがチェーンリングで、足でペダルで踏むね、この棒がクランクですね。次、スプロケット。後ろのギザギザですね。これスプロケットと言います。次、ディアディレイラーですね。後ろのね、ギアがガチャガチャこうね、変速する機械ですね。ディアディレイラー。で、チェーンね。タイヤをこう回すね、金属の鎖ですね。チェーンですね。で、フロントリレーラー。この前のギザギザ、チェーンリングをね、変速するときに、こうガチャガチャ、ね、変わる分ですね。で、昔ですね、この変速のね、取っ手みたいなのがついてたんですけど、最近なくて全部ね、ハンドルのところに、収納されています。デュアルコントロールレバーですね。シマノはね、STI レバーとも言います。ここね、握るとね、ブレーキになりますね。握ったらブレーキ。なんとなくわかりますよね。でもですね、この小さいのと大きいのがなんか2つこう分かれているの分かりますかね。色分けするとね、この水色とこのピンク色のところですね。これちょっとやってみるとですね、今ちっちゃいのはガチャガチャこうやってると、ギアがね、大きいのからちっちゃいのにね、後ろのギアが、チェーンがいってます。次ね、2つ同時にね、こうガチャガチャ大きくグラインドすると、大きい方にね、ギザギザが大きい方にスプロケット変速してます。もう一回やりますね。ちっちゃい方だけガチャガチャこうやると大きいのからちっちゃいリングへ変速する。で、2つ同時にするとちっちゃい方から大きい方へチェーンがね、こう変速する。こんな感じなんですね、最近ね。最近って言っても時間経ってますけどね。次、ブレーキですね。ブレーキにはリムブレーキと、ディスクブレーキですね。タイヤ挟み込む、タイプですね。よく見るタイプですね。あとディスクブレーキっていうのがあります。前輪のホイールの中心にあるハブにね、円盤、ディスクローターっていうのが固定されていて、それを専用の器具、キャリパーでね、押さえて止めるタイプですね。これですね、キャリパー。もうちょっと詳しく見るとですね、ディスクブレーキにも2つあって、油圧式っていうのがキャリパーにね、ケーブル、ホースがついていてね、中に液体が入っています。ブレーキ握ったら液体に圧力がかかってキャリパーが閉じてブレーキすると。こういうのがね、油圧式ディスクブレーキ。もう一個、機械式ディスクブレーキ。これハンドルのにね、金属ワイヤーがついてて、レバーで握ったり緩めたりすると、キャリパーを動かしてブレーキをすると。2種類。さらにディレイラーはギア変速するディレイラー。金属ワイヤーでギアを変える機械式とハンドルに発信機がついてディレイラーに受信機がついている無線式があります。DI2 とか言いますね。これらコンポーネントといいグレード、価格、品質が決まります。コンポとはブレーキ、ギア、チェーン、歯車、チェーンリング、スプロケットなどをまとめて言う。性能材質によって値段が違ってきます。三大コンポメーカーですね。1、シマノ社、日本ですね。有名。2番、カンパニョーロ社、イタリア。3番、スラム社、アメリカ。スラム。三大コンポメーカー、有名どころですね、言われております。最近ではですね、さらに2メーカー加わって、L2 中国、センサー中国、5つのメーカーで一般の方も選ぶことができます。シマノ、今回さらに詳しく見ます。シマノ社のコンポ、まずロードバイクとクロスバイクですね。デュラエース、アルテグラ105、ティアグラ、ストラ、クラリス、タニーと7つ、ロードバイクとかクロスバイクについておりまして、上からね、レース用とか、
グレードがあってですね、エントリーとかスポーツとか、ツーリングとか入門者とかいう感じで、上が高価で下が安価なものになります。で、最近ですね、キューズというまた新しいグレードも出てきてですね、105から32ぐらいまで、どれかと置き換わってね、付けられていることもあります。今回ね、これ取り上げません。シマのね、マウンテンバイク用のコンポも出ておりますので、そちらも説明しておきます。さっきのね、ロードバイクとかクロスバイクと同様ですね。XTR からダーッと来てターニーまでね、同じようにね、グレード分け、レースとかね、上級とかスポーツ向けとか低価格とか入門向けとか、分かれております。上から高価、下まで安価と。で、最近ね、XTR に完全無線変速っていうのがね、出ました。これ何なんかっていうと、リアディレイラーに受信機とバッテリーがね、ついているんですね。これね、ロードバイクの無線変速 DI2 っていうのは、実はね、発信機から出ている分をですね、フレーム内のバッテリーのケーブルとか、実は配線されてて、線はね、ちょっとあるんですね。なので今回、線がない完全無線式、私ちょっとね、気になってます。次、各社のコンポのグレードですね。シマのデュラエースからターニーまでこう分かれてるんですが、カンパニオー量、スラム、L2 センサーもそれぞれね、グレードがあってこう分かれております。同じ感じですね。ちなみにですね、プロのロードバイクコンポ市場は、シマノがね、72%、スラムが22%、カンパニオロが5%ということです。次、主なロードバイク販売メーカー、世界ですね。ウィキペディアではこんな感じで、いっぱいあるんですけれども、今回紹介するのはですね、台湾のね、ジャイアント社、メリダ、グスト、アメリカはトレックスペシャライズとキャノンデール、フェルト、カナダはサーベルと、この8つをね、紹介いたします。各メーカーホームページを見ていきます。ジャイアント。ジャイアントとは台湾で創業し、世界最大規模を誇る自転車メーカーです。ロードバイク、マウンテンバイク、クロスバイクなど幅広い車種をラインナップし、エントリーモデルからプロ向けの高性能モデルまで手掛けています。自社工場での一貫生産体制により、高い品質とコストパフォーマンスを実現している点が特徴です。女性向けブランド、リブも展開しています。価格帯は160万円から11万円のラインナップです。メリダ。メリダはジャイアントに次ぐ世界第2位の規模を誇る台湾の自転車メーカーです。ドイツに研究開発拠点を持ち、レースで培われた技術を生かした高品質な製品が特徴で、特にカーボンフレームに定評があります。日本国内では宮田サイクルとの関係も深いブランドです。価格帯は160万円から13万円のラインナップです。グスト。グストは台湾のカーボンパーツメーカーとして創業した自転車ブランドです。自社工場での一貫生産により高品質なカーボンロードバイクを高いコストパフォーマンスで提供している点が特徴です。全グレードがフラッグシップ最上位モデルのフレームを使っているのが最大の魅力です。プロチームへの機材供給も行っており、レースで培われた技術が生かされております。価格は68万円から29万円のラインナップです。トレック。トレックはアメリカを代表する大手自転車メーカーです。1976年に創業し、高い技術力と品質、そして充実したサポート体制が特徴です。ロードバイクのマドン、エモンダ、ドマーネシリーズが有名で、クロスバイクから MTB、e バイクまで幅広い製品をラインナップしております。価格帯は185万円から15万円のラインナップです。スペシャライズドはアメリカの大手自転車メーカーで、ロードバイク、マウンテンバイク、クロスバイク、e バイクなどあらゆるジャンルで革新的な技術と高品質な製品を提供しています。S-Works というハイエンドラインも展開し、プロのレースでも多くの実績を残しています。ライダーの体に合わせたボディジオメトリーなど快適性やパフォーマンス向上を追求したテクノロジーも特徴です。価格帯は179万円から18万円のラインナップです。
キャノンデールはアメリカ・コネチカット州で創業した自転車メーカーです。革新的な技術と独創的な発想で知られ、特にアルミフレームの開発は業界に大きな影響を与えました。その高性能なアルミフレームはカーボンキラーの異名を持ち、現在も高品質なアルミバイクとして定評があります。独自のサスペンションシステムなど常に新しい技術を追求しています。価格帯は220万円から13万円のラインナップです。フェルトはアメリカのスポーツ自転車メーカーです。元メカニックであり、フレーム開発者でもあるジム・フェルトによって創業されました。特にエアロロードバイクに定評があり、実験を重ねて開発された製品はプロのレースで多くの実績を残しました。高い走行性能と品質を追求し、ロードバイクだけでなく幅広いラインナップを展開しています。価格帯は127万円から20万円のラインナップです。サーベロ。サーベロはカナダの自転車メーカーです。創業者の2人のエンジニアが速いバイクを追求したことから始まりました。サーベロの最大の特徴は徹底したエアロダイナミクスと軽量性です。実験を繰り返し空気抵抗を極限まで減らす設計思想はロードレースやトライアスロンの世界で多くの実績を残しています。価格帯は253万円から50万円のラインナップです。次、各メーカーホームページに掲載された価格をコンポごとに値段を表にしました。デュラエース DI2 を載せた一番高価な機種についてです。各メーカーの分類欄にオール、エンデュとありますが、それぞれオールラウンド、エンデューロを意味します。一つ目、ジャイアントのオールラウンドは154万円 6.4kg TCR アドバンスト SL0。エンデューロはなし。エアロは149万円 6.8kg プロペルアドバンスト SL0 チームです。他同様にね、掲載しております。他のメーカーもね。でこの中でも一番高価なものはサーベロエアロ253万円 S5 でした。高価イコール高機能、軽量、高品質ですね。一番安いのはスペシャライズドオールラウンド144万円 S ワークスエートスでした。基本的にですね、変速段数12速、フレームはカーボン、ブレーキはディスク、これらを掲載しているので、これらの表記はありません。それ以外、リムブレーキとか11速とかになったらね、記載しております。次、デュラエース DI2 を載せた機種で各メーカー安いものですね。とにかくデュラエース的なもの、ですね。中でも安いのはですね、ジャイアントのね、105万円 TCR アドバンストプロでした。次、アルテグラのね、DI2 コンポで一番高価なね、機種ですね、各社。こんな感じ。で、中でも高いのは、高価、なのはですね、サーベロエアロ181万円、S5 ですね、でした。安いのは、グストのオールラウンド66万円 7.7kg コブラエボプロレジェンドでした。次、アルテグラ DI2 が乗ったもんで一番安価なものですね。安いもの。これはやはりグスト、オールラウンドの57万円 7.6kg コブラエボプロ TE でした。次、アルテグラの機械式ですね、ワイヤー式の変速。一番安価な機種はキャノンデールですね、エンデューロ51万円 9.2、シナプスですね。次、105DI2 無線変速の一番高価な機種は、中でも一番高かったのは、フェルトですね、エアロ、99万円 AR アドバンスト 105DI2 でしたですね、高価なものですね。最安のものはやはりグスト、オールラウンド45万円 7.9kg コブラエボスポーツ TE、ね、です。次、105の DI2 コンポで一番安かった機種ですね。これはですね、グストのエンデューロ40万円 8.0kg デュロエボスポート TE とスペシャライズドのオールラウンド40万円 7.5kg エートスのコンプですね。
次、105の機械式、ワイヤー変速で一番高価な、機種ですね。これはフェルトのエアロ65万円 AR アドバンスト105ですね。次、安かったものは、やっぱりグストオールラウンド35万円 8.0 キロコブラエボですね。次、105の機械式変速ですねの一番安いやつですね。このクラスになるとコストを下げるためにカーボンじゃなくてアルミの、素材使ったりね、リムブレーキ、ディスクじゃなくてリブにしたりしてコストを下げたりします。あとね、12速じゃなくて11速にね、したりもします。一番安価なものは、キャノンデールオールラウンド20万円 CAAD オプティモ1アルミリムリア11速です。次、ティアグラコンポで一番安価な機種ですね。これは何なんかっていうと、ジャイアントの18万円 9.7 キロコンテント AR2 ディア10速アルミと、キャノンデール18万円 CAAD オプティモ2アルミリムディア10速ですね。こちらになりました。次、ソラのコンポで一番安価なものは、ジャイアントオールラウンド15万円コンテント1アルミリムディア9速。次ですね、クラリスですね。で、一番安価なもの。ジャイアント11万円 9.9 キロ、コンテンド3アルミリムリア8速ですね。最後ターニー。これね、ターニーありませんでした。特にね、これからロードバイクを購入しようかなと思っている方、ご参考ください。以上です。結論。結局、コスパを追求すると台湾製になっちゃうかなってところですね。通勤坂のおすすめはですね、ちなみに好きなデザインのメーカーの 105DI2 を買って少しずつグレードアップするのも楽しいですよ。ご視聴ありがとうございました。通勤坂コミュートヒルでした。